はい、皆さんこんにちは。全然関係ない話なんですけど、最近なんか不倫ドラマ異常にハマっちゃって、ネットフリックスとか Hulu とか Amazon プライムで一気に4つぐらい立て続きに不倫ドラマ見ちゃって、なんか人間不信になってきちゃいましたね。ここ最近またラジオ動画やってくれというリクエストがたくさん来るので、DM に不思議体験、怖い体験送ってください。今日は久しぶりの深掘り動画になっています。メインチャンネルでも言いましたけど、なんかちょっとね、最近陰謀動画が多かったんですけど、今回はちょっと宇宙系ロマンのある感じになっています。ロズウェルや宇宙人によるアブダクションなど地球外生命体関連の都市伝説はたくさん存在しますが、地球外生命体は実際に地球外で存在していて、僕たちがその存在を観測できていないだけかもしれませんよね。今日はもしかしてこれって地球外生命体と疑われている2つの物体を深掘りしていきたいと思います。暗闇をさまよい続ける黒い騎士、ブラックナイト衛星。ブラックナイト衛星とは地球を周回しているとされる謎の物体で、およそ1万3000年前から存在しているとされ、誰もその物体が何なのか特定することができないことから、地球外生命に由来するものではないかと言われています。時は遡って1899年、ニコラ・テスラがコロラドスプリングスの彼の実験室にて、無線による電力の送電システムと情報の伝達システム、世界システムの研究を行っていた際、宇宙からの通信を受け取ったかもしれないと訴えたんです。コロラドにて研究をしていた際、火星に生命が存在しているという実験的証拠を得ました。これまで存在しなかったような非常に精度の高い無線受信機を使用して、このような信号を受信したんです。おそらく火星人は普遍的な数字を使ってコミュニケーションを試みたのではないかと確信しています。その当時はまだ発見されていませんでしたが、テスラがこの時受信した信号はパルサーという天体によって発射された電波だったのではないかと考えられています。そして今度は1927年にノルウェーのエンジニアヨルゲン・ハルスがラジオ電波で実験を行っていた際、発信した無線信号が数秒遅れて反響して戻ってくると訴えたんです。これも当時は何によるものなのか誰も説明ができませんでした。そして1954年 UFO 研究家のドナルド・キーホーが UFO 研究家って聞いたら一気にうさんくさくなるこの現象どうにかした方がいい、宇宙人が証明されたらどうにかされるかもしれないけどが新聞記者にアメリカ空軍が地球を周回する2つの衛星の存在を報告したと情報提供し、この内容が新聞に掲載されます。この当時人類はまだ衛星の打ち上げに成功しておらず、人類の手によらない人工衛星が地球を周回しているという噂が生まれるんです。ただこのキーホー氏はその前の年に外宇宙からの空飛ぶ円盤という本を出版していて、その本のプロモーションのためにこのような噂を流したんではないかという疑いも存在します。そしてそれから6年後1960年、今度はタイムズ紙がアメリカ海軍が周回している暗く回転する物体を発見したと報じます。アメリカはこれがソ連の偵察衛星なのではないかと疑いましたが、世界のどの国からも所有の表明がなかったんですが、その後機密解除された文書によってこの物体はおそらく CIA の主導で行われたコロナ計画のディスカバリー8号の落下した部品だと考えられ、コロナ計画とは1959年から1972年までソビエト連合や中国などの地域の写真監査に使われた偵察衛星に関するプロジェクトだったんです。これによりブラックナイト衛星の存在は確かな証拠がないまま都市伝説として当時の人々の記憶に残りましたが、1998年話が急展開を迎えます。国際宇宙ステーション計画のスペースシャトルエンデーバー STS-88 ミッションにおいて、ある奇妙な黒い物体が地球の周りを周回している様子が撮影されたんです。それがこちらの画像です。確かに地球外生命体の物体と言われれば見えなくもないけど、この画像がブラックナイト衛星が存在する証拠として使われることが多いんですが、この物体は STS-88 ミッションの船外活動の際に船体から外れてしまった熱ブランケットである可能性が高いと今ではされていて、そのブランケットは落下し約1週間後に燃え尽きたみたいです。宇宙でブランケットこんな感じに見えるのって思いますよね。こんな感じで様々な年代で起きたことがごっちゃになって地球を周回している謎の物体ブラックナイト衛星の都市伝説が生まれたようです。宇宙ゴミって確かにえげつないぐらいさまよってるらしいですからね。その中でブラックナイト衛星がたまたま宇宙
線に見えたことから、こういったロマンある都市伝説が生まれたのかもしれないです。ただまだ諦めるのは早いですよ。地球外生命体に見える物体はまだ他にもあります。2017年、人類史上初の天文学的発見、人類初の太陽系外から飛来した物体、オウムアムーア。この謎の天体は2017年10月19日、マウイ島のハレアカル山頂にあるパンスターズの天体望遠鏡 PS1 によって発見され、ゆっくりと回転しながら進んでいました。直径は400メートル、幅は35メートルで、発見当初は彗星であると考えられていたため、コメットを意味する C2017U1 という名前が付けられました。その天体は10月14日、地球から2400万 km のところを通過し、その5日後に発見されました。観測を続けると、この天体が双曲線軌道にあり、太陽からの脱出速度よりも速いことが明らかになりました。万有引力の法則により、太陽の重力に影響される天体は、通常4つのパターンで起動します。離心率が0の場合は深遠軌道。離心率が0より大きく、1より少ない場合は楕円軌道。離心率がちょうど1の場合は、放物線軌道。そして、離心率が1以上の場合は、双曲線軌道。一般的に惑星や小惑星は楕円軌道を運動するようですが、今まで離心率が1以上の天体も数件発見されていました。しかし、その離心率は 1.00001 程度と数値が小さく、太陽の重力に逆らいながら移動しますが、そのスピードは 1km 毎秒以下と非常に遅いんです。ただ2017年に発見されたこの謎の物体は、離心率が 1.2 と大きく、太陽から 26km 毎秒の速さで移動していたんです。彗星のようにガスや塵を噴出して加速しているわけでもなく、太陽の重力だけでは説明ができないほど加速していたため、太陽系外から来た天体だとされ、太陽系の重力に束縛されない史上初の恒星間天体として、その後インターステラーを意味する 1I2017UI と改め、ハワイ語で遠方からの初めての死者を意味するオウムアムアと名付けられました。いや、名前かっこよすぎだよね。遠方からの初めての死者。オウムアムーアはその後、コンピューターシミュレーションによって作成されたシナリオで、ある天体が恒星の重力の影響でバラバラになり、その破片の一部が星間空間に飛び出し、数百万年から数十億年っていう時を経て太陽系までたどり着いたのではないかという仮測が提示されました。理論上では、このような物体は1年に何件か発生しているらしいんですけど、それを観測するのは難しくて、今回はオウムアムーアが太陽に非常に近くで接近したため観測ができたと。実際2019年にはボリソフ彗星が観測史上2例目の恒星間天体として発見されています。2019年時点ではオウムアムーアを研究している国際チームが、オウムアムーアは完全に自然な天体だと結論付け、自然な天体だということが有力な説だとされていました。ただそれでもオウムアムーアにはいくつか奇妙な点が存在しました。まずオウムアムーアの明るさが 7.3 時間の周期で10倍も変化していることが明らかになり、これによりオウムアムーアは葉巻のように細長い、もしくはパンケーキのように平らで丸く薄い形で回転しているため、自転に伴って明るさが変わると仮定したのです。オウムアムーアは長さが400メートル以上で、幅に対して10倍も大きく、驚くほど細長い、もしくは薄い形をしており、その形状が研究者の興味をさらに引きました。またオウムアムーアが移動している軌道にも奇妙な点が見られたんですね。先ほど説明した双曲線軌道を移動していると思われましたが、完全な双曲線軌道ではなく、追加で何らかの加速が働いているようで、重力以外の何らかの力によって進んでいるように見られました。またオウムアムーアは密度が高く、岩石質か金属を含んで、水や氷はほとんどなく、色は暗く赤っぽいとされました。そして話題になってから3年以上が経った現在なんですけど、なんと今ではハーバード大学の教授が、これは宇宙人のテクノロジーだと主張し始めたんですね。ハーバード大学の天文学者アビー・ローブは2021年1月に出版された著書、地球外生命体、地球外の知的生命体の存在を示す初めての兆候の中で、地球外からの物体が2017年地球のすぐそばの宇宙空間を横切ったと説明し、彼はオウムアムーアが宇宙の文明が地球近辺に意図的に送り込んできた探査機だと主
主張しているんです。ローブ氏はハーバード大学の天文学長を務めた期間は歴代最長で、これまでに数百という数の論文を発表、またスティーブン・ホーキング博士とも共同研究を行ってきたなど、すごい経歴の持ち主で、なので科学界ではちょっと無視できないみたいな主張になってるらしいんですね。ただこの発言で信頼を失っても仕方ないようにも見えるけど、彼がオウムアムアが宇宙人のテクノロジーだと確信している理由は、先ほど説明した太陽の周辺で急激に軌道を変えて加速した点、また観測された奇妙な回転パターンや明るさの変化などが存在します。軌道や加速については、まるで推進システムが搭載されているかのようだと語っており、小惑星や彗星にしては動きが速すぎると、またオウムアムアの形については、今まで仮定されていた葉巻型でなく、シミュレーション結果ではパンケーキのように平らで丸く薄い形のパンケーキ型が支持されていると主張しています。そして恒星の光を受けて推進力を得るソーラーセイルとして意図的に作られた物体だと。インタビューで彼は、私たち人類が唯一無二の特権的な存在だと考えるのは傲慢だと発言しており、地球外生命体の存在を拒否している現代の社会の考え方に疑問を持っているようで、私たちは特別な存在ではない。他にもたくさんの地球外文明があり、それを見つけさえすればいいと語っております。そんなことを俺らもね、大昔から分かってるっつうのね。さらにこの地球外生命体は人間よりも優れていて、人生の意味を明らかにしてくれるだろうとまで語っていて、地球人が自分たちよりも優れた存在を知れば、人間はその傲慢さや自己破滅的な性質を改めることになるかもしれないと期待しているそうです。このローブさん、あれだな、過去3年のどっかで多分僕の動画見ましたね。急にスピってますもんね、彼。ただ彼の主張に対してもちろんね、批判的な声は多くて、天体物理学者のイーサン・シーゲルはフォーブ誌にて、かつては尊敬を集めた科学者で、天体物理学や宇宙学の分野で、特にブラックホールの研究では偉大な功績を残したが、地球外生命体の探求については科学界としては全く認めることができない。彼は科学的な意義を無視し、事実で科学界を納得させることに失敗したため、大衆を味方につけ説を通そうとしているのだと批判しました。案の定ボロクソ言われてますよね。また一つ指摘される点として、先ほどオウムアムアがソーラーセイルとして作られたとローブ氏が述べていると言いましたが、彼はブレイクスルースターショットプロジェクトの諮問委員会委員長を務めていて、このブレイクスルースターショットとはケンタウルス座アルファ星数千個のレーザー推進の超小型宇宙船を送り込む計画で、ソーラーセイルの技術を用いています。なので彼には別の目論みがあるんじゃないかと囁かれているんですね。また関連プロジェクトであるブレイクスルーリッスンプロジェクトでは、地球外の人工的な電波及び光信号を探索するため電波観測を行っていますが、オウムアムアからは電波信号は観測されなかったようです。なんやねん、地球外生命体じゃないやんけ。でもそれでもこのオウムアムアが地球外生命体じゃないって言い切るのはちょっともったいないっていうか、あまりにもね、ロマンがある物体なので、ちょっとこれに関しては研究していきたいですよね、もっと。皆さんはどう思いますか？地球外生命体が本当に存在しているとして、本当にね、ああやって宇宙空間をさまよっているのか、あるいはもっとスピリチュアル的な違う次元にいるから見えない的な存在なのか。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。